いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回はカサゴのルアー釣りについて解説いたします。狙いの魚が釣れなかった日にカサゴしか釣れなかったという人も多いと思います。それほどカサゴは身近な波止場などで一年中釣ることができますが、食べれば美味であることからとても親しまれています。そのようなカサゴですが、近年はカサゴをルアーを使って専門に狙う釣りをガシリングというほどロックフィッシュゲームとしても注目されています。今回は手軽に狙えるが反面奥が深いカサゴのルアー釣りについて解説いたします。最後までよろしくお願いいたします。結論は次の7つになります。潮通しがいい障害物、根から引き出すパワー、根がかり回避しやすい、目の前にルアーを送り込む、まずはブレイクを中心、浅場でも意外な大物、足元もポイント。潮通しがいい障害物について、ロックフィッシュの代表格であるカサゴは、その名の通り、岩礁帯を好み、岩陰などに身を潜めて、餌が目の前を通り過ぎるのを待ち構えています。岩礁帯以外にも、港湾のテトラやステイシなどの根回り、ゴロタハマなどカサゴが隠れることができる障害物すべてもポイントとなります。いずれも潮通しが良い場所が狙い目です。流れが緩い港湾内でもある程度の水深があれば居つく場合もありますが、潮が引いた時に干上がるような場所は望みが薄くなります。カニやフナムシが多くいる場所も有望なポイントです。漁港では漁師が魚を水揚げする岸壁の周辺がカサゴの餌場になり、絶好のポイントとなります。具体的には次のような場所で釣ることができます。ゴロタハマ。大小の岩が転がるゴロタハマでは、岩と岩の隙間に生息するので、欄干で次々と穴をチェックしていくことで数を稼ぐことができます。岸壁、堤防。水深があるため足元に落とすだけで狙えます。ケイソンの継ぎ目や堤防際のステイシが狙い目です。テトラ帯。穴釣りの要領でテトラの隙間を一つ一つ探っていく方法と、テトラの上から沖へキャストして探っていく方法があります。根回り。魚が集まりやすいポイントですが、根がかりしやすいので難しい釣りとなります。根から引き出すパワーについて、ロッド。カサゴはソフトルアーをメインに使って狙うため、感度が良くてルアーをアクションさせやすいロッドを選択します。足元でも釣れるため、遠投の必要はなく、従って短めで大丈夫です。6フィートから8フィートのロックフィッシュ専用ロッドがおすすめです。繊細な当たりを捉え、硬い口にしっかり食い込ませるティップと、かけた後に根に潜り込もうとするのを引き剥がせるバットパワーが必要です。リール、スピニングリールの2000番から3000番で、フロロカーボンラインが100メートル以上巻けるものがおすすめです。足元やテトラ際など比較的近場を中心に手返しよく探る場合はベイトリールもおすすめです。またカサゴを根から引き離したり浮かせやすいハイギアタイプが使いやすいです。ライン。カサゴが生息するポイントは岩礁帯や障害物の周りなので、根がかりや根ずれが頻発します。そのためメインラインは根ずれに強いフロロカーボンラインを使用します。通常は 1.5 号から2号がおすすめです。障害物が多かったり大物の実績があるポイントでは3号から4号を選択します。フロロカーボンラインをメインラインにする場合はリーダーを取り付ける必要はありませんが、あまりにも根がかりが頻発するような場合はメインよりワンランク太めのフロロカーボンラインを結ぶと良いです。メインラインに PE ラインを使用する場合は1号以上のなるべく太いものを使い、リーダーラインも結ぶ必要があります。根がかり回避しやすいについて、リグ。カサゴが主食とするのはカニ、エビなどの甲殻類やゴカイ、イソメなどの多毛類です。そのためそれらに似せたワームを使って釣るのが基本となります。ワームを使うにはジグヘッドリグ、テキサスリグ、ダウンショットリグ、スプリットショットリグ、フリーリグ、直リグ、ノーシンカーリグなどシンカーやフックを組み合わせた仕掛け、リグを組みます。最もシンプルなジグヘッドリグでも狙えますが、主にボトムを中心に生息するカサゴ狙いには、根がかりを回避しやすいテキサスリグがおすすめです。テキサスリグ。カサゴをはじめとするロックフィッシュ狙いは、テキサスリグを使った釣り方が主流です。テキサスリグは、シンカーとオフセットフック、ワームを組み合わせた仕掛けになります。パレット、弾丸型のシンカーを使うため、障害物をすり抜けやすく、また
フックの先端がワームに埋め込まれているので、根がかりのリスクが少なくなります。ボトムをずる引きしたり、そこをボトムバンピングで攻めるときにおすすめです。フック、シンカーを別に取り付けるため、フックのみのタイプを使います。フックはワームがずれにくいオフセットフックが主流です。ジグヘッドリグを使用しても良いですが、なるべく軽量なものを使用した方が根がかりが少なくなります。フックポイントをワームから出した後、さらにワームに刺すと、より根がかりしにくくなります。シンカー、弾丸のような先細り形状のバレットシンカーを使用します。素材は鉛が主流ですが、高比重のタングステン製であれば、同じ重量でも細く小さくできるため、岩などをすり抜けてくれたり、感度も優れるため、そこについたことが分かりやすくなり、根がかり回避につながります。また、シンカーとフックの間にビーズを入れると、シンカーと結び目がぶつかって損傷を防ぐことができ、なおかつぶつかる音によるアピールも可能です。ワーム。カサゴは口が大きいため、多少大きなワームでも丸飲みします。そのため、アピールを重視して大きめのワームを選択すると良いです。形状は甲殻類に似せた黒、ホッグ系ワームが主流です。グラブ系もよく使われています。カラーは甲殻類に似せたブラウンやダークグリーンのナチュラル系のほか、海水が濁っていたり、天気が悪い時はチャート系の実績も高いです。匂い付きのワームもあったり、その場で足や手を切ってカスタムすることもできます。目の前にルアーを送り込むについて、カサゴは攻撃性が強く、貪欲に餌に食いつく反面、行動範囲は狭く、自分のテリトリー外に積極的に動くことは少ないです。岩陰やテトラの隙間にじっと潜んでおり、目の前に餌が横切るのを待っています。つまり、目の前に餌、ルアーを送り込む必要があるということになります。堤防、岸壁からの狙い方。漁港の岸壁や堤防などは、それ自体を障害物として考えて、全体がポイントになります。その中でも、ケーソンの継ぎ目や、捨て石回りが一番のポイントとなります。海中を観察して、そういった場所を重点的に攻めましょう。変化のあるポイントが見つからないときは、キャスティングして横方向に探ってみましょう。着底してからずる引いてくる動きが基本になりますが、根が粗い場所では根がかりが発生しやすいので注意が必要です。テトラも最高のポイントになります。目に見える部分以外にも海中に沈んだ部分は複雑に入り組み、カサゴのストック量も多くなります。しかし、そのままずる引いてくると、やはり根がかりが多発するので、ボトムバンピングで攻略しましょう。キャストしたら、まずルアーを着底させます。ロッドを1回から2回しゃくり、ルアーを 30cm ほど跳ね上げます。再び着底したら、リールを巻いてラインを張り、再びロッドをしゃくってルアーを跳ね上げます。これを繰り返します。着底した後、次にしゃくるまで2秒から3秒カウントすることで、食わせの間を作ることができます。岸壁、堤防のポイント。テトラ体はほぼ全域がポイントになります。まずはテトラの切れ目や折れた部分を中心に攻めてみましょう。堤防の先端付近や船道は確実にルアーを通しておきましょう。堤防の際も探ってみましょう。遠浅な場所でも捨て石や沈み瀬があればカサゴがいる可能性は大きいです。スロープの段差は魚がつきやすいです。まずはブレイクを中心について、チーソー、ゴロタでの狙い方、安全な足場を確保してそのポイントを中心に広く探ってみましょう。この時、当たりの有無を意識することが大事ですが、水深や海底の地形などにも注意しましょう。根がかりするポイントは覚えておきましょう。探っている途中で当たりがあれば、そこを重点的に狙ってみましょう。当たりがない場合は、水深や流れが変化すると感じたポイントを丁寧に探ってみましょう。大きな沈み瀬や藻場が近くにあれば高ポイントとなりやすいので注目してみましょう。ブレイクライン、水深の変わり目や境目はベイトが溜まりやすいため高ポイントになります。どこを狙っていいか迷ったら、まずはブレイクを中心に探ってみましょう。大きな岩や藻場が目視できる場合は流れの方向にも注意してみましょう。潮が当たる面も潮霜もポイントになりますが、それらを攻めるためのコントロールが重要になってきます。引っかかるのを覚悟の上でギリギリのラインを攻めてみましょう。あまりにも根がかりが多いときはスイミング系のハードルアーに変更する方法もあります。
そこからルアーを少し浮かし、海底の起伏に沿ってルアーを引いてみましょう。根がかりは減ってきます。ベイト、小魚を待ち構えて頭上を意識しているイメージでカサゴを狙ってみましょう。浅場でも意外な大物について、ジーソやゴロタハマのポイント。広範囲に広がるジーソやゴロタハマではポイントが絞りにくくなりますが、ゴロタハマはカサゴのみならずロックフィッシュ全般の一級ポイントです。浅場でも意外な大物に出くわすことも多い場所です。すべてを狙って歩くことはできないので、釣れそうなポイントにある程度目星をつけておくことが大切です。釣り方は堤防と同じで、ボトムバンピングやリフト&フォールが中心となります。ブレイクラインはプランクトンやベイトが溜まりやすく、魚も集まります。めぼしいポイントが見つからないときは、まずここを狙ってみましょう。明らかに他と違った大きさの石や沈み瀬は念入りにチェックしましょう。季節にもよりますが、特に春先は藻が多い場所が狙い目です。産卵場所としても多くの生き物が集まるため、卵を狙ったカサゴも集まってきます。潮が引いた時の干潮時のラインは一級ポイントです。磯が突き出た場所は狙い目です。海底に起伏がある証拠となります。足元もポイントについて、大小の岩が点在しているゴロタハマはカサゴが隠れやすく、干潮時に完全に干上がらなければ水深 50cm に満たないような浅場でも岩と岩の間にカサゴは居つきます。この岩の隙間を移動しながら1箇所ずつチェックしてみましょう。そこでおすすめの方法が、ルアーの垂らしを短くしてティップに近づけ、そのまま岩の隙間に突っ込んでダイレクトに攻めるという方法です。このやり方をするにはアジングロッドかメバリングロッドがベストですが、岩と接触しやすいため、あまり高価なロッドは避けておきましょう。3号から4号のフロロカーボンラインの先に軽めのジグヘッドと1インチから2インチのワームをセットしてみましょう。ロッドの先端から 5cm ほどラインを出して岩の隙間に突っ込んで探ります。そのままロッドの先端をちょんちょんと動かすと、そこにカサゴがいれば当たってきます。釣果は探るポイントの数に比例すると言ってよいです。一度突っ込んで当たりがなかったら、そこにこだわらず次の隙間へと移動していきましょう。当たりがあった場合は巣穴になっている可能性があるので、1尾釣り上げても再度狙ってみると連続して釣れることもあります。今回のまとめです。潮通しが良い障害物、根から引き出すパワー、根がかり回避しやすい、目の前にルアーを送り込む。まずはブレイクを中心、浅場でも意外な大物、足元もポイント。いかがだったでしょうか。今回の授業は以上となります。カサゴのルアー釣りが今後の釣果アップの手助けに少しでもなれば嬉しいです。Web3.0 時代に先駆けて Discord を使った新たな釣りコミュニティ、釣りシティを作っていました。釣り人が集まる仮想都市を目指しております。ジャンル問わず釣り好き同士で一つの街が作れたら楽しそうと思いやっています。登録方法は招待リンクを説明欄に貼っておりますので、そこからお入りください。これから主流になると言われている Discord に興味がある方がいらっしゃいましたら、一緒に勉強していきましょう。釣りって学べるは公式 LINE もございます。個別相談や情報発信の場として活用しております。釣りって学べるは、今よりも一歩幸せにをテーマに5つの力を身につける授業を配信しております。釣り具や釣り場を選ぶ力、潮や天候を読む力、状況に合わせて変える力、魚を釣る力、釣り場を守る力。今日が人生で一番楽しい日です。釣りは参考になることはあっても答えはありません。自分の頭で考えて行動して改善していくことが釣りの上達や楽しさに結びつくと思います。これからも釣りを学んで幸せな道を歩んでいきましょう。この動画がいいなと思ったらグッドボタンやチャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。